驚きの大逆転劇。現役電車運転士の T 学長です。生徒のユンです。今回はダサくてのろまな日本製車両が見せた、驚きの光景についてお話しします。それでは一緒に見ていきましょう。ダサくて呪いって言われていたのはどんな列車なんですか？その列車は日本の日立が製造した、ジャベリンという高速鉄道用車両です。ジャベリンは、ロンドン・フォークストン間の高速新線の速達化を目的として、導入された車両でした。ちなみに、ジャベリンとは投げやりを意味する言葉なんですよ。いかにも速そうな名前ですね。そんなジャベリンは日立が初めて欧州向けに製造した、高速鉄道用車両なのです。日立が鉄道車両を作っているって知らない人もいるんじゃないですか？確かに、日立は家電メーカーのイメージが強いですからね。JR はもちろん、日本中の私鉄でも日立の車両が活躍しています。また、海外でも走っているのですよ。どこの国で走っているのでしょうか？イギリスをはじめインドネシアやブラジルなど、多くの国の人々の生活を支えています。日本人として嬉しいですね。さて、そんなジャベリンは、イギリス鉄道395系という車両です。まず、2007年に4編成が製造されました。その後2009年にかけて、合計29編成が納入されました。そしてその年に営業運転デビューをすることになったのです。楽しみですね。しかし、ヨーロッパにはジャベリンのライバルとなる列車がありました。その名はユーロスターです。ユーロスターは英仏海峡トンネルを通り、イギリスとヨーロッパの国々を結ぶ高速鉄道列車です。最高時速300キロで走行し、ロンドンからパリまでを、最速2時間15分で結んでいます。かなり速いですね。ちなみにジャベリンはどうなんですか？最高時速225キロでした。負けちゃいましたね。はい、残念ながら負けてしまいました。だが、負けたのはスピードだけではなかったのです。何が負けたんですか？車両のデザインです。ジャベリンのデザインは、ヨーロッパの人々には不評でした。日本の新幹線みたいな形ですし、私は嫌いじゃないですよ。デザインは人それぞれ好みがありますからね。仕方ない部分もあります。しかし、ヨーロッパの人々はジャベリンをダサいと感じたのは事実でした。でも、スピードも負けていたんですもんね。はい、悲しいかなそれも事実です。おまけにノロマとまで言われてしまっていました。でも日本には高い技術と安全性があるじゃないですか。確かにそうです。それこそ日本の誇りですからね。しかしこのようなひどい言われ方をしていたのは、営業運転前のこと。そうなんですね。なので一般の人々はジャベリンに詰め込まれた技術の高さを、知る由などなかったのです。だったらスピードやデザインなどわかりやすいところで評価してしまいますね。特に安全性などはピンチにならないとその高さが証明できないものですからね。ところが、営業運転を開始して早々、ジャベリンの技術と安全性の高さを証明する出来事が起こったのでした。一体何があったというのですか？2009年12月18日、ヨーロッパ全体を大寒波が襲ったのです。ただヨーロッパの寒波は日本のそれとは比べ物にならないくらいのものでした。どんな感じなんですか？例えでも何でもなく本当に街中が凍りついてしまいました。ジャベリンは大丈夫なんですか？それでは、大寒波当日の様子を見てみましょう。実は、この大寒波の日はジャベリンがデビューしてまだ5日目だったのです。でもまだ人気はなかったんですよね？はい、残念ながらまだ受け入れられているとは言い難い状況でした。大寒波の中でも安全に走ってくれたらいいんですけどね。ヨーロッパの人々は寒波に慣れてはいましたが、この日の寒波はちょっと違ったようでした。雪もひどく、気温も平年を大きく下回っていました。かなり寒かったのですね。ロンドン周辺の12月の平均気温は、だいたい5度から10度くらいです。しかし、この日はマイナス10度を下回るほど異常な低温でした。この状況の中、当初は列車も順調に運行されていました。それなら良かったです。だが、事態は急変します。ユーロスターが英仏海峡トンネル内で故障し立ち往生してしまったのです。それは大変です。でも、トンネル内って積雪はありませんし、外ほど寒くないですよね？寒波が原因じゃなかったってことですか？はい、トンネル内が暖かかったことにより結露を起こし、電気系統にトラブルが起こったことが原因でした。寒暖差が原因だったってことですね。早く助けに行かなきゃいけませんね。そこで、ジャベリンではない他の列車が救援に向かいました。しかし、トンネル内は急勾配の上り坂があり、救援列車はこれを登ることができず、またもや立ち往生してしまったのでした。列車の乗客が心配ですね。はい、そこで救援の依頼が来たのがジャベリンだったのです。ジャベリンも取り残された人たちも頑張れ。立ち往生してから16時間が経過。ユーロスターの乗客はすでに疲労困憊でした。
すると、救援列車が来たではありませんか。よく見ると、その列車は自分たちが散々馬鹿にしてきたジャベリンでした。乗客の人たちも驚いたでしょうね。この状況で助けに来てくれたこともそうですし、それがあのジャベリンだったわけですからね。自分の目を疑ったのかもしれませんね。じゃあ乗客は無事に救出されたんですね。はい、ジャベリンにより乗員乗客合わせて500名が救出されました。これでジャベリンのことをみんな見直すんじゃないですか。イギリス国民も少しは見直したことでしょう。それに加え、もともとジャベリンは遅延しないことでも知られていました。ユーロスターの平均遅延時間はおよそ30分。それに対し、ジャベリンはほぼ遅延することがなかったのです。ユーロスターは遅れすぎですね。そんなこともあり、今回の寒波の件でジャベリンの名が知れ渡ることになりました。このままジャベリンの評価も上がっていったらいいですね。それじゃあ、次はこの寒波後の成り行きについて見ていきましょうか。寒波の日の一件の後、ジャベリンのことはニュースでも取り上げられ、他方面から称賛を浴びることとなりました。これで先行きも安泰ですね。そんな時、ジャベリンに関するニュースが飛び込んできました。本数が増えるとかそういうことですか？いいえ、その逆です。ジャベリンの本数を減らし、代わりに普通列車の本数を増やすよう、要望が出されたのでした。どうしてですか？みんなあの寒波の日の出来事を忘れちゃったんですか？決してそんなことはないとは思いますが、色々と不満があったようです。まず、ジャベリンは普通の列車に比べて、運賃が3割ほど高かったのです。それは高速鉄道だから仕方ありませんよ。それに安全で高性能ですしね。他にもデザインが気に入らないという人もいました。そんなの今更言ってるんですか？他にもあります。国産じゃないことに対し不満を持つ人もいました。こんなの半分言いがかりじゃないですか。まさにそうなんです。具体的にどこがどう気に入らないというのはないのです。ただ日本製ということが気に入らなかったのです。もはや技術がどうではなく感情論になってしまいましたね。で、結局ジャベリンはどうなったのですか？要望通り開業から4ヶ月後には運行を縮小してしまいました。たったの4ヶ月ですか？なんだか悔しいですね。全くですね。実はイギリスは鉄道の民営化に一度失敗しており、そこから再生する過程で、日本の安全性に強い関心を持ったのです。それでいてこの偉業ですからね。デザインやスピードではなくまず安全であることが大事なんですよ。その通りですね。運行を縮小したその年、つまり大寒波の翌年の12月のことでした。まさか、そのまさかが起こるのです。なんと再びヨーロッパを大寒波が襲ったのです。でも前の年のこともありますし、さすがに他の列車も雪と寒さ対策をやっていますよね。残念ながらほとんど列車は満足に走ることができず、全滅と言っていい状態でした。しかしジャベリンだけは違ったのです。ジャベリンは何事もなかったかのように普段通り走り続けました。今度こそ認められるんじゃないですか？ 2 度目ですからさすがに認めざるを得なかったのでしょう。市民からもようやく高い評価を得ることができたのです。時間はかかりましたけど認められてよかったです。これだけではありません。実はこの後もジャベリンが評価される出来事が続き、イギリスにおけるジャベリンの地位も一気に上がっていくのでした。先ほども話したように、2回目の大寒波を無事に乗り切ったジャベリンは、どんどん評価を上げることとなりました。そして2011年2月、ジャベリンは前人未到の記録を作るのです。前人未到って一体どんな記録ですか？無故障走行距離が26万キロに達しました。それってすごいんですか？イギリスのすべての鉄道車両の無故障走行距離の平均は、たったの 4.6 万キロです。そう考えるとジャベリンはすごすぎますね。さすが日本の技術です。これだけじゃないですよ。ジャベリンの快進撃はまだまだ続くのです。今度は何ですか？翌2012年のことでした。ロンドンオリンピックのシャトル便としてジャベリンが選ばれたのです。すごいじゃないですか。この計画はオリンピックジャベリンと呼ばれていました。これはセントパンクラス駅から会場近くのストラトフォード国際駅を経由し、北部のエブスフリート国際駅までを結ぶ列車でした。つまりロンドン市内から会場までの重要な足となったのです。だったらたくさんの人を運ばないといけませんね。はい、そのため早朝から深夜までおよそ6分間隔で、しかも遅延なく運行することを要求されました。ジャベリンならきっと大丈夫です。多くの人がそう思っていたことでしょう。そして見事ジャベリンはその期待に応え、遅延も事故もなくオリンピックを乗り切ったのでした。またまた評価が上がったんじゃないですか？そうですね。関係者の皆さんもやっと報われたといったところでしょうか。ここまで頑張ってきましたもんね。まだ話していませんでしたが、納品の時から彼らは努力に努力を重ねてきました。どんなことをしたのですか？
最初の納品は約束の期日のなんと6ヶ月も前でした。そんなに早く納品できたのですか？そうなんです。しかもその後の試験走行でも6400キロもの間、トラブルなしで走り続けたのです。これまで評価をされていなかったのが不思議でなりません。私も同感です。でも正しく評価されたことはいいことだと思います。その証拠に日立はイギリスから超大型案件を引き受けることになったんですよ。超大型ってどれくらいですか？1兆円規模です。ものすごい契約ですね。どんな内容なんですか？イギリスの都市間高速鉄道計画の車両製造が866両分、さらに27年半にわたるメンテナンス事業も含んでいます。これはつまり今後30年近くもの間、日本の車両がイギリス国内を走り続けることを意味しているのです。やっと日立もイギリス国民に認められる企業になったんですね。これで未来も安泰です。いいえ、この計画はそんなすんなりと進むものではなかったのです。すんなりと進まなかったってまた何かあったのですか？はい、イギリスでは外国製の鉄道を導入することに対し、反対運動が起きていました。目の敵のようにそこまで反対しなくてもいいじゃないですか。ジャベリンだって少しずつ信頼を積み上げてここまで来たんじゃないですか。そこが評価されて新しい契約を結ぶのってそんなに良くないことなんでしょうか？決してそういうわけではありませんよ。確かに彼らの言い分もわからなくはないのです。どういうことですか？簡単に言えば、日本にお金が流れることを嫌っていたのでした。どうしてダメなんですか？鉄道建設は昔から地産地消で行ってきた歴史があるのです。つまりイギリスの鉄道を建設する際はイギリスの企業が中心となり、イギリス人を雇うことで雇用を確保してきたのです。なるほど、そういうことだったのですね。でも困りましたね。どうすればいいのでしょうか？考えた日立はイギリス国内の工場を建設することにしました。そうすればイギリス人を雇うことで現地の雇用を守りつつ、鉄道というインフラ整備もできるのです。それはいいアイディアですね。こうして日立は鉄道発祥の地であるイギリスに、大規模工場を建設し、1000人程度のイギリス人を雇用しました。これでようやく一安心ですね。道のりはそんなに平坦ではありませんでした。まだ何かあるんですか？今度は無理難題を突きつけられました。イギリス全土で使える運行管理システムが欲しいとの要望が出たのです。システムなんてそう簡単に作れるものじゃありませんよね。どうすれば要望に応えられるのか日立は考えました。そして、システムのプロトタイプすなわち原型を作り、それを順次書き換えることで問題を解決したのです。さすがですね。またまた信頼度が上がっちゃいます。そうだったのです。その後も次々と日立にはリクエストが舞い込みました。ロンドンの通勤鉄道テムズリンクの運行管理システムの作成依頼がありました。というのも、新しいシステムを導入すれば1時間あたり24本もの列車を走らせることが可能になるのです。何が何でもシステムが欲しくなりますね。他にもスコットランドの鉄道会社の車両234両分の製造依頼や、その他にも多くの車両製造の依頼が舞い込みました。これも日立が信頼されている証ですね。はい、それは間違いありませんね。この他にもクラス800シリーズと呼ばれる800系車両には、なんとエリザベス女王が試乗しました。すごいですね。そしてこのクラス800シリーズは、アズマの愛称が付けられ、キングスクロス駅とエディンバラ駅の間で試験走行が実施されました。またまた新たなヒーローが誕生しそうですね。しかしこのクラス800シリーズに忍び寄る影があったのでした。なんだか嫌な予感がします。今度は一体何が起こったのですか？なんとクラス800シリーズの車体に亀裂が生じてしまったのです。しかも亀裂が生じたのはこの列車だけではありません。他にもあるんですか？スコットランド向けに製造した車両からも亀裂が見つかったのです。日本が作った車両にこんなことは絶対にないと思っていたのに、どうしてこんな不具合がたくさん見つかったのでしょうか？ここまで積み上げた信頼が台無しになってしまいますよ。まあまあそんなに焦らなくても大丈夫ですよ。不具合がなく故障もしない機械なんてこの世に存在しません。あって当たり前なのです。じゃあどうすればいいのですか？大切なのは不具合を見つけるための仕組みがちゃんとあることと、不具合が見つかった後の対応です。まず日立はちゃんと不具合を見つけることができました。これで第一段階はクリアですね。そして不具合が見つかった後はすぐに運行を休止。切符の払い戻しの案内もスムーズに行っていました。しかも代替ルートの告知とチケット手配の案内もきっちり行ったのです。さらに亀裂が入った原因と運行への影響を分析。運行に問題ないと判断され運用へと戻されました。なるほど、ダメージは最低限で済んだようですね。はい、信頼を損なうことはなかったようです。その証拠に日立には新しい案件が舞い込んできました。
やったじゃないですか。どんな案件ですか？それはイギリス版新幹線とも言える新しい高速鉄道。その名もハイスピード2の車両の製造です。おまけにジャベリンの車両回収も同時に行うのです。かなり大きな契約になりそうですね。そうなんです。全部合わせて3000億円以上の契約になるはずでした。今はずでしたって言いました？それってつまり、契約がダメになったってことですか？説明しましょう。事の発端は2022年10月、スナク氏が首相に就任したことでした。スナク首相はハイスピード2の建設計画の縮小を発表しました。どうしてですか？インフレの影響で建設費が高騰する見込みとなったからでした。しかも建設予定地の住民からも苦情が多く来てるとのことでした。あまりにも突然すぎますね。まあ、トップが変わればインフラ工事の方向性も変わるものです。日本もそうですからね。日立はイギリスに振り回されっぱなしですね。でも鉄道業界で最も権威があるとされるゴールドスパナー賞で、日立の3車種が受賞しているのですよ。すごいですね。日立のイギリスでの事業はスナク首相の横やりが入って、先行きが不透明になりました。しかし日立が残した足跡は世界の信頼を勝ち取るには十分なものだったでしょう。ここまで見ていただいた皆さんは立派な本学の生徒です。ぜひ皆さんの意見を聞かせてください。そしてこれからも私たちと一緒に鉄道に関して考えていきましょう。高評価チャンネル登録をしていただけると励みになります。ここまでお話を聞いてどうでしたか？大寒波の中のジャベリン、さすが日本の技術でしたね。どんな状況でも走り続けられるのがすごいです。雪の中を走ることは日本ならお手の物ですよ。新幹線は60年近く前から雪と戦っていますからね。でもイギリスのハイスピード2の動向から目が離せなくなりましたね。そうですね。このチャンネルでは、現役電車運転士の私が鉄道について解説していきます。このチャンネルで取り扱ってほしいテーマや、現役電車運転士の私に聞きたいことがあれば、コメント欄にコメントをお願いします。それでは今日はこの辺りで失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。